ねえねえ、すみれ。今日はどんな話題について話していくと？葵、今日はね、ハリウッドの A リストセレブたちが起こしたある衝撃的な騒動の話題についてよ。現在、世界中で気候変動や環境問題が深刻視されている中で、常にその最前線で警鐘を鳴らし続けているのがハリウッドのスターたちなの。でも、彼らの行動が実はとんでもない偽善なんじゃないかって、今、大炎上している事件があるのよ。ほう、セレブの偽善とな。それは聞き捨てならんね。いっつも偉そうに地球を守れとか言いよるくせに、裏では何かしよるってこと？そうなの。今日は華やかなアカデミー賞授賞式の舞台裏で一体何が起きたのか、そして世界中の人々がなぜこれほどまでに激怒しているのか、ネットの反応も交えて、その実態について徹底的に解説していくよ。この動画を見れば、メディアが作り上げる環境活動家セレブの虚構と彼らの信じられない実態が全てわかるはずだよ。なるほどね。それは面白そうやん。いつものお綺麗な部分じゃなくて、汚い部分を暴くってわけやね。うち、そういうの大好き。うっふ。葵は、こういう話題、本当に好きよね。じゃあ、早速本題に入っていくよ。おう、頼むけん。で、一体何がどうなって炎上しとるん？事の発端は、今月16日、ハリウッドにあるドルビーシアターの写真が、ソーシャルメディアに投稿されたことだったの。このドルビーシアターといえば、泣く子も黙るアカデミー賞授賞式の会場として有名よね。ああ、あのレッドカーペットが敷かれて、みんながタキシードとかドレスで気取って歩くあそこやろ？そう。その、世界中が注目する華やかなステージの授賞式が終わった後の写真が公開されたのよ。その写真を見たファンたちは、あまりの惨状に衝撃を受けたの。衝撃？どんな写真やったん？まさか、ドレスが破けて落ちとったとか？そんな可愛いものじゃないわよ。写真には気候変動や環境問題について常に嘆いているはずのハリウッドの A リストセレブたちが劇場をまるで豚小屋のように汚して出ていった様子が映っていたのよ。はあ？豚小屋？きらびやかなセレブたちが？そうなの。ニューヨークポスト紙によると、劇場内にペットボトル、スナック菓子の袋、食べ残し、新聞紙やプログラムなど大量のゴミが散乱している写真が公開されたの。ちょっと待って。ペットボトルにスナック菓子の袋？食べ残し？それ、映画館でマナーの悪い高校生がやった後のことやないと？アカデミー賞の会場で？残念ながら、そのマナーの悪い高校生並みのことを世界最高峰のスターたちがやったというわけなのよ。座席の足元や通路、あらゆる場所にゴミが放置されていたの。これにはファンの間で反発が広がるのも当然よね。そりゃそうよ。信じられん。あん人たち、自分じゃゴミ一つ拾わんくせに、人には環境を守れっち言うとったん？その通りなの。この惨状に対して、ネット上では、多くの批判的なコメントが寄せられているよ。おう、みんながなんて言いよるか、聞かせて。あるコメント投稿者は、この状況に、心底驚いた様子で、彼らの中には、環境保護主義者もいるんじゃないの？地球を守ろう、というエネルギーは、一体どこへ行ってしまったんだ？と、返信しているの。ほんとそれ。そのエネルギーは自分のゴミを片付けるのには使わんかったってことやね。呆れて言葉も出ん。本当にそうよね。口では大きなことを言っても目の前の自分のゴミすら片付けられないなんて。別の人は山を守れ、綺麗に保て、うんぬんかんぬん。でも彼らが残すゴミを見てみろ、と書いているわ。うんぬんかんぬんって。要はあいつらの言うことは中身がないってことやろ。山を守れ、とか言いながら自分たちは劇場すら守れん。笑わせるね。厳しい指摘だけど、事実だものね。そして、ある憤慨したコメント投稿者は、さらに、激しくこう付け加えているの。この偽善ぶりを見てください。地球を救うなんて、とんでもない。あなたたち、そう、あなたたちは、ただの怠け者の集まりです。才能という名の誇張されたメディア機構が残したゴミと汚物。なんて豚の集まりだ、と。うわぁ、これはまた強烈やね。でも、確信をついとる気がする。ただの怠け者の集まりって、ほんとそれ。ゴミをゴミ箱に捨てるっていう、子供でもできることができんのやから。メディア機構が残したゴミと汚物っていう表現も、すごく辛辣だけど、彼らが作り出しているイメージと現実のギャップを的確に表しているわよね。豚の集まりってのも、写真の惨状を見たら否定できんのが悲しいね。そして、RX ユーザーは、具体的なゴミの種類についても指摘しているの。環境活動家を自称する人々が至るところにペットボトルを放置しているで、次から次へとボトルが放置されていると彼は書き込んでいるわ。
ペットボトル？環境活動家やったらマイボトルとか持っとるんやないと？よりによって環境に悪い代表格みたいなペットボトルをしかも放置って、本当にそうよね。彼らが普段訴えていることと実際の行動がこれほどまでに矛盾しているなんて、ファンが幻滅するのも当然だよ。で、ここでみんなにお願いがあるの。もしこの動画が面白いなって思ったら、ぜひチャンネル登録とグッドボタン、高評価を押してね。では、話の続きに戻るよ。おう。まだネットの怒りの声はあると？ええ、まだまだあるわよ。別の人物は A リストセレブたちを痛烈に批判して、超富裕層のエリートの一員になると、基本的な人間としての良識を失ってしまうのだろう、と書き込んでいるの。良識ね。お金と名声がありすぎて、自分が何しても許されるとか思っとるっちゃないと？ゴミくらい誰かが片付けるやろ、みたいな。その誰かについての指摘も別の X ユーザーがしているわ。エリート層が混乱を引き起こし、仮想階級がその後始末をする、とね。これはまた、社会的な問題までついた深いコメントやね。華やかな世界でいい思いをするのはエリートで、彼らが散らかしたゴミを片付けるのは、見えないところで働く人たち。この構図が、この劇場一枚の写真に凝縮されとる。本当にその通りよね。彼らの環境保護のメッセージが、いかに上辺だけのもので、特権階級の道楽に過ぎないかが透けて見えるわ。もう少し品格があると思っていたのに、と、あるソーシャルメディアユーザーも憤慨してコメントしているよ。品格、ね。レッドカーペットを歩く姿には品格があるかもしれんけど、座席に座っとる時の姿、そして去った後の姿には品格のかけらもないね。これだけ多くの人が彼らの偽善に気づき、怒りの声を上げているの。でもね、葵。ここからがさらに驚きの事実なのよ。まだ何かあると？ニューヨークポスト紙によると、この15日のアカデミー賞授賞式に出席したスターたちの多くは、会場を散らかしたにもかかわらず、授賞式を利用して、環境問題への意識向上に努めたというのよ。はぁ？何言いよると？あんなに汚して帰ったくせに、その同じ場所で、環境問題を守ろうとか言っとったと？そういうことなの。具体的には、ジェーン・フォンダ、ハビエル・バルデム、レオナルド・ディカプリオなど、名だたる大スターたちが環境保護を訴えるために授賞式に参加していたの。レオナルド・ディカプリオ？環境問題のドキュメンタリーとか作っとる、ディカプリオ？そう。彼も含めて、彼らは壇上やインタビューで気候変動の危機や地球を守ることの重要性を熱弁していたはずなの。で、その足元には、ペットボトルとスナックの袋？そういうことになるわね。ギャグやん。もう、コントやん。どの口が言いよるんかっち。その場におったら絶対に突っ込んどるわ。実際、アカデミー賞における環境保護活動は何年も前から続いているものなのよ。主催者側も環境に配慮した運営をアピールしているし、セレブたちもそれに賛同しているという形になっているの。その形がこれっぽっちも実態を伴っとらんことが今回の写真でバレてしもたわけやね。長年続けとってこれとかもう様式美ですらないただのパフォーマンスやん。本当に言葉と行動がこれほどまでに乖離していると、彼らがどれほど高尚な理想を語っても誰の心にも響かないわよね。響かんどころか反感しか買わん。環境問題を真剣に考えとる人たちに対しても失礼。彼らが残したゴミはただのゴミじゃなくて、彼らの言葉の軽さを証明する証拠物件みたいなもんやね。本当にそうよね。今回の件でハリウッドのセレブたちがいかに自分たちは特別だと思っていて、一般大衆に向けて発するメッセージがいかに空虚なものであるかが明らかになったと言えるわね。まったくやね。あいつらの地球を守ろうはただのおしゃれなアクセサリーみたいなもんやったと。自分の手を汚さずに格好したいだけ。豚小屋みたいな劇場を放置してエコを語るなんて100年早いわ。100年早いは言い過ぎかもしれないけど、でも彼らが今回の批判を真摯に受け止めるべきなのは間違いないわね。まずは自分のゴミをゴミ箱に捨てることから始めてもらわないと。ほんとそれ。ゴミ箱の場所もわからんような人たちに地球の未来は語れん。ということで今日はハリウッドセレブたちがアカデミー賞授賞式の会場を豚小屋のように汚して去ったという衝撃的な偽善の話題について見てきたけど、みんなはどのように思ったかな？いつも偉そうに環境を語るセレブたちのこの裏の顔、許せる？それとも、まあセレブやし仕方ないと思う？みんなの意見、待っとるけんね。今回の動画の感想は、下のコメント欄で教えてね。もし、この動画が役に立ったと思ったら、高評価とベルマーク、
チャンネル登録まだの方は、チャンネル登録もよろしくお願いします。では、また次回の動画でお会いしましょう。すみれの最新動画は左、おすすめ動画は右です。どちらも見てくれると嬉しいな。